油をネギにかけます。こんにちは、飯田商店の飯田翔太です。今回は、本格的に、ご家庭で作る鶏のスープ、このスープで作る塩ラーメンをご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。では早速、鶏のスープを作っていきたいと思います。食材ですけども、こちら昆布を、お水に前の日から漬けといた水出しですね。これでゆっくり今出汁が出てる状態です。こちらと、鶏のひき肉です。こんな感じですね。これちょっと量が多いんですけど、これお店サイズでお店の器具に合わせてやってるんでこんな量になっちゃいましたけど、実際にはもうこの5分の1とかで全然美味しいスープと作れるので、はい、では早速作っていきます。まずこの昆布のお水の中に、鶏肉を入れていくんですけども、昆布の上から鶏肉を入れてしまうと昆布が焦げついてしまうので、昆布を一度取り出します。もう色がついてて昆布の自然な旨味がもう出てる状態です。ひき肉を入れていきます。もう普通はラーメン屋さんといったらもう鶏ガラスープとかをガラを掃除してとか、げんこつを洗ってとかっていう工程があるんですけど、家だとそんなことはできないので、もうお肉だけで取るスープです。鶏の胸が一番そのうまみが僕は強いと思ってて、食べて美味しいのはももなんですけど、お出汁にするには胸ですね。で胸の方が安いですし、脂身も少ないですし、いいですね、すごく。でこのひき肉をこのように混ぜて塊がないようにします。もうこんな感じです。このバラバラになってる。はい、お肉を混ぜたら、先ほどの昆布をここに戻していきます。でこれ入れるときに何枚だったかということを覚えておいてください。そうしないと取り忘れたりするので、これは今1、2、3、4枚ですね。でこの中のお水もさっきの昆布だしなのでもったいないので、ちゃんとこう入れてください。でここで初めて火にかけます。でこの時に昆布が本当に下に極力いかないように、火に当たらないようにしてください。じゃあ火をつけます。火加減は中火で、お鍋の下にこう火が当然ついてるんですけど、この鍋に当たってる火の場所が、焦げやすいので、だいたい65度超えるぐらいまではちょっと心配なので、たまにかき混ぜてください。火に当たってるとこだけでいいです。で心配な時は温度計させてあげるとなお一層安心しますので、今60度ちょっと過ぎたぐらいなんですけど、60度ぐらいになると鶏のタンパク質が固まってきて、でだんだんこう上に浮こうとしてくるんですね。で鶏と鶏がこうくっついたりもしてくるんですけど、ここら辺が合図で、だんだんこう白くこう固まってきたこう証拠というか白いものが浮いてきます。でここら辺からあんまりこの手をかけないでもちょっと安心かなっていう。でもたまに怖いんで、たまに刺してちょっと火が当たってるところをやってあげるっていう、そのぐらいで大丈夫です。これで、あとは90度までほっといてください。90度になったら昆布抜きます。出てこなくていい味が出てしまうので、はい、人によったらもう本当に60度で
うちなんかはもっと低いのもいろんなバージョンがありますけど、でもご家庭でしっかりこのスープだけでラーメンを食べるって言ったら90度ぐらいまでしっかり味を出してあげるっていう感覚で、振っていっちゃうともうえぐみが出てしまうので、それだけは絶対避けるようにしてください。もう90度にそろそろ届きそうです。90度になりますね。そしたらもう昆布抜きたいです。これ以上やってもえぐみ出ちゃうんで、昆布抜きます。でさっき、枚数数えました。これこれが大事なところです。4枚です。1、2、3、4枚です。はい。でこれで、昆布抜いてもう余計な味は出てこないので安心なので、ここからさらに、加熱していきます。でまだちょっとたまにこう真ん中だけをやってあげて沸騰を待っててください。100度になりそうです。でなりそうになるとだんだんここに今アクというか白いこの泡が出てくるんですけど、でこの白いのは取んなくて大丈夫です。悪いアクといいアクがあって、これいいアクなんで、これこのまま舐めても全然美味しい状態なんであえて取りません。白いアクっていうのはなんかうまみだったりするんですよね。悪いアクってなんか血とかが入ってる、はい、血もでもうまみの時もあるんですけど、それもよしという時もあるんですけど、今回この料理に関しては白いアクはもう OK だと。でちょっとこの軽い沸騰っていうか、押してきたらもうこのままちょっと置いといてもうあともうこのままコトコトやってるだけですごい良くなる。はい、今30分ぐらい経ってるんで味見をします。もうバッチリ味が出てます。もうここからは地道にこういうこす器具っていうのは多分お家にはないと思うんですけど、ざるとかに内側にリードペーパーを引いて、でその下にボウルだったりとか、何か容器だったりそういうもので全然構わないので、要は細かくこすればいいので、できるだけ細かくリードペーパーを敷いて、こしてみてください。でこの時に、中をたくさんいじくらないでそーっとそーっとゆっくりゆっくり少量ずつこすのがポイントです。もうこれでほとんどもうこし終わってます。でこの出がらしの鶏は、いろんな料理に展開できるので捨てないで取っといてください。でたくさん量ができてしまった時は、冷凍保存もできますので小分けして冷凍しておくと便利です。そしたらこのままゆっくり自然の力でこしていきます。はい、じゃあスープこし終わりましたんでスープ見てみましょう。いきますよ。はい、こんなに綺麗なスープが取れます。これも弱火でじっくりやった成果です。それではラーメンのスープができましたんで、本番のラーメンを作っていきたいと思います。まずスーパーとかに売ってる細麺、今日作るの塩ラーメンなんで、繊細な味なのでこの細い麺がいいと思います。あとは通常ラーメン屋さんって塩だれ使うんですけど、お家で塩だれ作ったらもう大変なので塩だけでいきます。もう今日は塩だけで持っていけるぐらいの美味しいスープはできてるので塩です。あとはネギですね。白髪ネギと九条ネギの輪切り、あと
今日は、ラードを使おうと思います。ラーメンってやっぱり油も大事で、この油をどう使うかっていうのもまた注目してみててください。丼に先に塩を入れてあります。塩は僕は、クリスマス島の塩っていうのが好きで、これすごい美味しいんで、クリスマス島の塩おすすめです。今、麺を茹でるためのお湯が沸いてます。これたっぷりのお湯がいいですね。でこれラーメン屋さんによくあるざるなんですけど、テボっていうやつなんですけど、それが、お家にはないと思うので、ここに取っ手がついてるようなざるとかを用意してもらって、それでやってもいいですし、危なくないようだったらこれを持ってシンクの中でざるに切っていただく形でも結構なんで、何にせよ湯が切れれば大丈夫です。それで、麺を茹でる用のお湯で、今からここに、先ほど取ったスープを入れて温めます。スープ加熱用の鍋で、これは、フライパンでも何でもいいんですけど、今回ラードを使うんで、ラードを加熱する用の鍋ですね。この3つで、ラーメンの基本はもう麺、スープ、油なので、この3つの、鍋を使っていきます。じゃあ作っていきます。今日の麺は、茹で時間見ると1分45秒って書いてあるので、その通りにやろうと思います。大体はその通りで。時間も短いので、先に麺を入れてしまうと、加熱ができてなかったりとか、油が温まってなかったりとかするとごちょごちょになっちゃうので、一番最初にまずは油を、ラードですね、これを鍋に入れていきます。で軽く加熱します。でこの時にそんなに強火にしないように弱火でいいです。最後には強火にするんですけど、まずは溶かしてあげるってことが大事です。でゆっくり溶かすのをここで近くで眺めながらスープ入れていきます。点火します。じゃあ麺を茹でていきます。じゃあ麺を入れます。45秒ですぐに、ここでギリギリとか言わずに、もったいぶらずにすぐにスープを入れます。塩とスープだけです。で塩によっては溶けにくいのもあるので、ちょっと混ぜてあげてください。麺入ります。そしたらここにネギを盛ってあげるんですけど、で油を加熱します。じゃあここで油を強火に。ここで中途半端だと良くないので、しっかりと加熱します。じゃあこれで熱した油をネギにかけます。
これでネギの甘みがもうスープにも移って、最後に色でネギですね。今日はもうシンプルにかけラーメンです。はい、かけ塩ラーメンの完成です。じゃあいただきます。実食です。スープが美しい。あ、いいですね。麺も合ってますね。美味しいですね。いや、塩だけとは思えない味ですね。これはやっぱり昼ご飯か酔っ払った後がもう、でも酔っ払って作んないでください、危ないのでおいしい。次回は、この先ほど捨てないでって言った出がらし鶏、それを使った料理に挑戦していきたいと思います。ぜひ楽しみにしていてください。日曜夜はテレビで情熱大陸。